どうも皆さん、カイトです。リニア系演劇 2D アクションノクターナルをご存知でしょうか。こちらは2023年6月8日に Nintendo Switch、PS4、Xbox、Steam でリリースされたゲームになります。早速一通り島をクリアしたんですけど、演劇で霧を照らしながら進むリニア系アクションでしたね。リニアっていうのは寄り道がない道順を沿って進むという形ですね。パズル要素が多少組み合わさったステージや炎をまとった剣でのアクション突破、意外にねシビアなボスとの戦闘など結構面白かったです。今回はノクターナルという作品をできるだけにコンパクトに紹介します。では早速やっていきましょう。まずノクターナルってなんやねんって方に説明すると、主人公のアルダシールが故郷の島ナーラーンに帰ってくることが物語の始まりです。島全体が不思議な霧に囲まれているのが分かり、一体島では何が起こってんのやってお話。このゲームは美麗な 2D アートで表現されながら、若干のボイスが混じった仲間たちの会話ややや重めに感じ取られる戦闘が特徴です。通常攻撃に加えて松明から炎をかっさらい剣に付与、一定時間だけ剣による明かりの効果からギミックを動かしたりすることができます。また敵に対しても炎で燃やすことで追加ダメージを与えることもできます。途中でクナイを投げて遠くの敵に攻撃するのも可能っすね。レベルという概念はないんですけど、オブジェクトを破壊した時に手に入る灰の個数によって道中にあるステータスツリー祭壇で強化ができます。基本的には迷わないルートをひたすら進んでいき、灰を回収しながらステージを徘徊、ボスを撃破、そうすることで島全体の異様な雰囲気についても解き明かしていきます。流れとしてはこんな感じ。次におすすめポイントになるんですけど、炎を付与しての美しい斬撃アクション、正直に言うとこのゲームで一番面白かったです。通常のステージが暗いのと霧に覆われていることもあって、炎の揺らめきで明かりを灯して進んでいくんですけど、思った以上に炎を点火できる場面があり、 KOF の今日みたいに燃えろってなってしまいますね。松明に灯すことで炎を持続させながら相手を燃やして切る、体力回復にも有効活用できるほか、区内に炎をまとわせて遠くから攻撃するなど、炎が全体的に重要な要素となってるのもいい感じ。消えた瞬間の絶望感は半端ないんですけど、この限定的な炎をまとった状態で戦闘を行うかも鍵になってくるんで、ステータスツリーで持続性も上げれるので有効活用してください。リニアでありながらしっかりとやり込み要素もあるのもびっくりしましたが、クリア時間としては4時間ほどだったんで、ボリュームがかなりコンパクトでプレイしやすかったかなと。個人的にはボス戦よりも次々に炎を灯しながら下に降りていくステージがめっちゃ楽しかったですね。次に気になるポイントなんですけど、戦闘にシビアな動作を求められる癖の強さ。ステージ攻略中に松明を灯しながら進むギミックはさほど難しくはないんですけど、雑魚戦やボス戦の戦闘はすごく癖があるのがこのゲーム。回避はダッシュにより避けにはなるんですけど、判定がだいぶ甘いんでしっかりと避けないとかっちりダメージを受けてしまうので要注意。さらに攻撃速度が速くなく、むしろ重いんでゴリ押しで連続攻撃をかますとお構いなしで敵の攻撃を食らいます。攻撃して避ける、そして攻撃のテンポも何とも言えないんで、慣れるまではマジで苦労するんですよね。これでリニアじゃなかったらクリアまでしていなかったかも。またオブジェクトを破壊して手に入る灰の数は決して多くはないんで、しっかりと集めておくことが吉。全体的にはストーリーが全く入ってこなかったですが、それはそれでありか。最後にまとめになるんですけど、ハケの炎の剣撃でインスパイアを受けた方で、ある程度の戦闘スタイルを体験してみたい方にぜひプレイしてほしいのがノクターナル。霧に囲まれた時の時間制限捨てが厄介になってきますが、突破できた時の何とも言えない安堵感、捨て振りに色々と考えさせながらも炎強化を第一優先にした方がいいゲーム性。よかったら皆さんもアルダシールを操作して島の謎を解明してみませんか。きっとボスの難易度微妙に高くねと思いつつ倒せてしまったけども、次の行き先が順序通りで分かりやすってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。